チェンバーボーン。アップデート7。いろいろな問題に直面しつつもなんとかボットの導入に成功した我らがビーバー。高速移動手段の管路も建設開始、最先端の技術でさらなる開発を進めるのだ。まずは干ばつ18日明けの水位をチェック。中央は耐えれたが貯水湖は吐き出せる分全部使ったようだ。水位を合わせて全部使い切りたいけどこの高さを合わせるのが難儀。めんどいので丘の水源の方のダムを普通に底下げ。ここが枯れなければ川も中央も OK。でも大して貯水できない。そんな水を惜しげもなく漏らす、これがうちのレイムさんだ。水だばー。ビーバーパワーでせっせとボットを生産中。少しずつボットの数が増えております。ビーバー、それは最高にエコなエネルギー。でも定時で帰った後ボットたちの働く工場の動力が足りなくなるけどな。微妙に難あり。などとビーバーを眺めてたら甘露完成。山の上のスクラップの採集が楽になったぜ。あと1日ちょっとで干ばつ来ちゃうのでちまちま爆破。それなのにタンクの水が半分も溜まってないけん。あやべ。慌ててポンプを追加設置。ビーバーの数が増えて必要な水の量も増えてきたぜ。で貯水はこんな感じで干ばつ18日が襲来。前回と同じ日数出した分平気かな？丸太の在庫がゼロになって止めてた製材所を再稼働。今度は板の在庫が尽きかけてるな。ボットの生産に使う歯車もないから、なんとか安定供給頑張らないとだね。だな。エネルギー切れのボットがいたので、補給ステーションを建てましたてましい。それなりの数設置してるが空きがない。補給中は動けないしこのボット扱いにくいな。急速充電器が欲しくなる。先ほどタンクの水減ってて危なかったので水用に大きなタンクを増築。さあビーバー増加とエネルギー問題を解決するぞ。ここにビーバーの力だけで動く工業区を作るのだ。増えたビーバーを全員回し車送りにして最高にエコな工場の建設だ。色々と作りかけてたが白紙にする。すべて破壊して平坦な更地にしろ。再開発の始まりだ。ここも丸太不足でエンジン回せなかったし使わず解体じゃもったいねえな。動力余ったらまた再建しましゅ。とりあえず暇そうな奴らを建設作業員と運搬員にしました。もりもり増えるボットとビーバーに施設建設が追いつかん。それでも余る労働力でどうでもいい場所の木を伐採。悲しみの地方転勤。楽しい仕事で喜んでるかもね。工場できても原料不足は必至なので近くで植林も開始。結構植えてるがエンジンで使うのか全然在庫増えん。再開発に伴い土砂採掘機も移設。動力は安定の回し車。伐採が終わったので手動で切り株削除。この世界にまた一つハゲ山が誕生した。運搬員マシマシ。ビーバー約150ボット50、総数が200を超えた。有り余る労働力で割とどうでもいい場所も清掃。ボットは夜寝ないから遠くの場所の労働に向いてるぜ。土砂採掘が始まったので早速水路を最適な3マス幅にちょい回収。ガタガタになってる農地も綺麗にしようぜ。あいよ。土砂保管用に走行ずらー。土砂はいくらでも掘れてお手軽、溜め込めばなんかで役に立ちそうだぜ。はっぱー。工場建設予定地の整地が着々と進んでおります。爆薬の在庫が切れて進捗微妙に悪し。まあこれだけの面積だと致し方ねえな。加工された板今使う予定ないし、一旦壊して爆薬工場に建て替えましょ。動力があるなら素直に増築すりゃいいが、エネルギー不足だし建て替えもありだな。ボットシャンたちが、がっつりエネルギー切れ起こしてやがる。街の中心にたむろしうなだれるボットに、森番のビーバーも困惑してそう。こりゃ早急に対応せにゃならんな。てなわけで回し車エネルギー補給システムを考案。でも補給ステーション建てる歯車がねえから完成は時間がかかりそうだ。そんな状況でも歯車60個使う大きなタンクを汚水用に追加で作らせるのがうちのレイムさんだ。いや干ばつ長いと汚水枯渇して爆薬作れなくなるんで。組み出すための汚水ポンプも追加っと。本当は干ばつ中も汚水を流せるこれ作りたいんだけどね。歯車が300個必要です。今は無理。補給ステーション建てる順番を間違え動力が繋がってないのず。今回も安心のビーバー脳であった。干ばつ終了直前、貯水湖は今回も使い切っちゃった。今後に不安を覚える貯水量。いのちの水。命の水が干ばつ18日の終了をお伝えしました。今干ばつ30日とか来たら滅びかねないので、やっぱここの水路工事せざるを得ないかな。ビーバーの数も増やし続けてるし、貯水湖の水は全部使えるようにしたいな。てなわけで工事を円滑に行うための管路の敷設に着手だー。生き残るため命の水を確保するのだ。
回し車補給ステーションがサービス開始。少ない歯車かき集めてやっと建設されてきたか。ボットさんのためにキリキリ回せ。気がついたらホームレスが15匹もいたので急遽増築。エネルギー切れボットは25体もいるし、各所で問題起きてるぜ。ではボットがたむろしてる中心そばに、追加の回し車補給システムをご用意しよう。ボットシャン考え資材がなくて追加工事もできないのでのんびり屋根を工事して過ごすのず。ビーバーがはまらぬように一つずつ指示しております。や、中身いい。増築の邪魔じゃ。尊い犠牲はあったもののテラスハウス2軒を増地いく。培養ポットが2つ減って増殖速度が少し下がった。板の在庫が1000枚近くまで増えてたので、一軒潰して歯車に建て替えました。歯車不足脱却の活路が見えた。微妙に存在を忘れてたダムの底下げはこんな感じ。こっちの方が水源の水量多いから、そのうちテこ入れしたいな。今は余裕なし。タンクの貯水、よーし。今回は満タン、計算すると大体8日はタンクだけで OK。そして前回より7日も長い干ばつ25日が襲来。一気に7日も増えた。ハッピーやー。ビーバー工業区周りを整地して少し植林地拡張。こっちは少し多くを減らしてベリーに植え替え中。不人気食品ベリーの在庫がなかなか増えない、増産だ。汚水は完全制御できてるのになぜか病気のビーバーが。大丈夫か？除染ポットで中毒症を治療するんだ。原因調査を行った結果、こちらの汚水ポンプが一段低かったため、干ばつ明けに汚水の水位が上がり触れてしまっていた模様。完全なる人災じゃねえか。ごめんちゃい。自己再発防止のため修正して再建設した。怪我ビーバーも多発で医療ベッドマシマシ。労災ビーバー。やっぱこの土砂採掘機で怪我してる感じかな？作業をボットに交代してもらうか？ここ動力がビーバーだから定時で動力も停止、ボットが棒立ちになっちゃうけど仕方ないか。効率悪いが怪我させるよりマシだぜ。貯水湖工事のために敷設してた管路が完成。じゃ貯水槽の最適化工事始めるか。いやその前に動力関連工事をするよ。ほうほう。まずは回し車を回すビーバーの確保のため、化学ポイント使って仕事をボットに割り振り。で重力バッテリーを建設。これで夜もボットが働けるはず。建材がなくて数が心もとないが、これで効率よく工場が稼働させられそうだ。もっと映える場所に建てたかった。そんな余裕ねえよ。そうそうアップデでシャフトが2種類だけに変わりました。平面用のシャフトと上に詰めるシャフトだけな模様。接続部分は勝手に変化して繋がるからマジで便利。紙アップで。でもこういう関係ない接続部分とかの見栄えが微妙。綺麗に接続させるにはコツがありそうだ。まあ開発版だしそのうちまた仕様変わるかな？色々試すのは正式アップデート来てからにでもしようぜ。煩わしいシャフトからの解放を祝いハッパー。前のシャフトもあれはあれで楽しかったぜ。さて残す新工場予定地の平坦化はここのみ。かなり役に立ったビーバーのみ工場、お疲れ様でした。さあ暇ビーバーはボット様を充電だよー。ボットの充電を生きがいにするおかしなビーバー。おかげでエネルギー切れが減ってきました。爆薬工場もボットに移管。動けるボットが増えてきました。余った奴らは左遷です。哀れ。そのうち貯水湖プロジェクトが始まるのでそれまで待機。そういえばボット工場と工業区は、動力別にしてたのでシャフトで繋いで一元化。重力バッテリーにも繋げば、工業区の回し車のエネルギーも保存できるようになるぜ。新ビーバー工業区の平坦化、完了だー。ビーバーは広々とした平地を手に入れた。まずは資材置き場が少なすぎる。1階と2階は全部資材置き場と倉庫だ。今丸太が保管しきれないほどあるが、これだけあればかなり保管できるぜ。そして回し車連打だー。ビーバーこそが最強の動力だ。家から近いし好きなだけ回すといい。通勤に関しては管路の導入も考えてて、上に伸ばして高層化も面白そうかも。まあ今のビーバーの総数だと巨大建築しても総量できねえから、管路はそのうちだな。さあ資材の安定供給を目指すぞ。ビーバー動力の工業区を建設するのだー。回し車パワーで資材を大量生産だ。そして翌日にはご覧の通り、土地さえあればあっという間に完成だぜ。さすがにこの規模だと、あっという間に丸太がなくなりそうなので追加で植林。歯車の生産が増えた結果重力バッテリーも2つ完成。そしてもりもり下がっていく重力バッテリーさん。今は早朝、ビーバーが出勤して回し車回せば少しずつだけどエネルギー溜まってくよ。まあ残量は要チェックだな。さてビーバー工場が資材を作ってる間建設作業員は暇なので、貯水湖の改修工事をするぞー。
整水弁の深さに合わせて溝を掘り、貯水湖の水全部吐き出させるプロジェクト開始だぜ。てなわけでクレーターの底も葉っぱで溝を掘ります。こりゃそこまで降りる道を作るのも一苦労だ。クレーターの底まで降りる階段を作るのは大変。ご安心ください、我らには甘露がありまーす。ご覧ください、画面を無駄に回しております。いやそうじゃなくて、これ管の先端から工事できるから時間はかかるけど足場とかなくても直通で作れるんだよ。設計がめちゃ楽、甘露そういう意味でも便利なんだな。ビーバー工場稼働により労働力がやや不足。ここの運搬員は今日から回し車です。ボットに尽くすビーバー。なんかシュールだ。ロボットに使われてるみたいでなんか微妙な心境。ロボからの解放を求む。まあそのうちね。深夜に失礼しまーす。夜中にやるなようるせえだろ。夜中にやるのは爆破事故防止。ここには発酵所全3種類をずらー。オラたちの村に発酵食品が帰ってきた。稼働前にお取り潰しになった焙煎所も再建。動力は工場の回し車から拝借。建設待ちで暇だったので屋上テラスを設置。ビーバー増えてきたしこの手の施設も増設がいるな。進捗を確認してたら山登って建設してたの巻。橋の上から資材投げ込み建設にして、さらに効率をアップ。3種の発酵所が完成。ここで発酵したキャッサバ大豆マッシュルームが作られるぜ。コーヒーも稼働して提供開始。豆は大きな倉庫いっぱい収穫済み、浴びるほど飲んでも大丈夫だぜ。体に悪そう。さて益を養ったところでさらに倍ドーン。うわビーバー工場2倍にすんのか？生産量を見ながら調整して稼働させるつもり。回し車ですごい絵面になりそうだ。重力バッテリー完成。まださっきの回し車とは繋がってないのがちょい残念。回し車はビーバーにしか許されない崇高なお仕事。通常業務は増えたボットにやらせるのず。デストローイ。中身旧型の繁殖ポットは全撤去だ。これからはこちらの改良版繁殖ポットで統一する。新型は生成物を追加で使うことで子供ではなく、勤勉な大人のビーバーまで成長させるようだ。若干倫理観がヤバいがいきなり大人は強いので採用。この村のビーバーに幼少期の思い出はない。一気に作ったら偉いことになるかな？危ないと思いつつ実行するビーバーのこれがうちのレイムさんだ。丸太の在庫がなくなった。まああれだけ生産に回したらそうなるわな。頑張れキコリ。建材のいらない地形改善のお仕事でお茶を濁すか。植林面積がちょっと増えた。工場マシマシ工事するも倉庫がスカスカ。これは切ない。というかお前ら、意味もなく回し車を回すなー。まだ工場できてないしシャフトも繋がってないから、回しても何の意味もないぞ。他の仕事せい。夫幸福度が38まで上昇。なんだかんだで食品とかも増えたしビーバーたちは幸せな模様。もっと充実した生活を送るために職場を追加で用意してあげよう。暇な奴用の運搬員の拠点じゃねえか。建て増しした工場が完成。板の在庫が少ないため歯車工場は操業停止。さらなる丸太の増産を求め、近隣を整地しましょ。ダイナマイトの生産も稼働に乗って、爆薬の在庫が結構増えてきたぜ。いろいろやってるうちに甘露の工事終わってたけん。おい。 10日程度で終わったのかな？水が汲み出せない低い場所をついでに底上げしましょ。遺跡があるがここは遠いから当分使わんか？はっぱ貯水槽の深いところも無駄なく吐き出す水路。でも深いところには整水弁がないので排水できない。それでこの新たに追加されたトンネルですよ。これなら上を掘らなくても下から少し爆破するだけで OK。では中央に繋がる水路も葉っぱで掘ってきましょ。工数がかからないように細い水路を採用。あのビーバートンネル工事してる。うおー、目の前で起爆させたぞ。お前メンタル強すぎん。おかげさまで開通しました。てな感じでトンネルは自動で掘って足場が残ります。でこのままだと水ダダ漏れになっちゃうので整水弁を設置。はっはー。これで中央に注水されるぞ。ちょうど水位下がってきてたから助かるぜ。無事開通。整水弁で自動化も問題なさそうだし、無駄なく全部使えそうだ。あとちょっとで水位下がりそうだったしよかったよかった。まあ干ばつ残り1日ねえけどな。そんな。これは、どうした？唐突な下ネタか？下ネタちゃうわい。いやこれ完成したのを観察してたんだけどさ。溝の深さ一段深くしすぎてた。なんてこった。仕方ない修正工事しますか。放水できたのは良かったがまさかの設計ミスが発覚。修正工事に伴い固定の底上げ工事も新規発注。水を無駄にしないためとはいえ地味に工数多そうな工事だ。
掘ったばかりなのにすまん。埋めてくれ。掘った穴を埋めさせる。そんな刑罰どっかで聞いたことあるぜ。畜生。自分の設計ミスなのに大規模爆破で憂さ晴らしする。これがうちの霊夢さんだ。いやこれは緑地化面積を増やす。って増えてねー。糸かなし。よろしいならば追加で爆薬設置だ。爆薬もだいぶ安定供給されるようになったな。いのー、ちの水。中央クレーターの水位が下がりかけたが無事干ばつ25日を乗り切ったぜ。では長かった干ばつも終わったので最後に街の様子を見て締めましょ。村全体も管路とか敷設されて少し賑やかになったな。完成した管路と重力バッテリー。ボットのエネルギー切れ問題を解決してくれた影の功労者。でもただいま陥落寸前。ビーバーが出勤しないと充電できないのがネック。ビーバー動力式充電システム。ボットからの解放を求む。最大6体のボットを同時に補給。ビーバー動力式充電システム2。我々はボットに支配されている。キリキリ回して左遷現場のボットに尽くすのです。がっつり開発されたビーバー工場。原料の丸太が枯渇するレベルで板と歯車を量産中。しっかり回さない子はおやつ抜きだよ。囚人労働じゃあるまいしおやつはみんなにあげなさい。ビーバーこそが最強の動力。なかなかシュールな絵面だぜ。拡張した工場はまだ小規模稼働。シャフトが繋がれば重力バッテリーでビーバー動力貯めたりとかにも使えそうだな。設計ミスった貯水湖。まだまだこの街は問題が山積みのようだ。次回には完成するかな？じゃこんな感じで今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。ビーバーたちは果たしてボットの支配から抜け出すことができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。